グータラズです。今日はね、久々のキャンピングカーの動画だね。この外部電源がついてなかったんだよね。でね、もうパーツはね、1年ぐらい前にね、揃えてあったんだけど、時間がなくてね、ずっと放置だった。で、夏だし、ね、キャンピングカーもね、出番も来るかなと思って、外部電源つけましょう。もともと発電機ついてんだけど、やっぱり今の時代発電機ってね、結構使えるとこすごい少ないんだよね。オートキャンプ場もね、結構使えないし、道の駅なんかもね、うるさいからね、迷惑で使えないんだよね。だからやっぱりこの外部電源、オートキャンプ場とか行くとね、外部電源使えるんで、なのでね、発電機より外部電源使えた方がね、かなり使用頻度が高くなるんだよね。ほんとね、最近は結構ね、キャンピングカー白い目で見られるとこもあるからね、マナーが悪い人いっぱいいるからね。やっぱね、発電機はね、うるさい。あんま使っちゃダメだと思うんだよね。本当にね、周りに誰もいないとか、海っ端とかね、そういうとこだとね、いいと思うんだけどね。なのでね、外部電源用にカバースイッチ3つ買ったんだけど、1個ね、超でけえ。ヤフオクでなかなか売ってなくて、切り替え用のカバースイッチってのが、オンオフはあるんだけど、切り替え用が欲しかったんだよね。そしたらね、60アンペアだって、250ボルトまで。すごくね。来たら超でけえの。まあいいや。でかい方には、でかい分にはね、いいと思うから。でね、これがコンバーター。コンバーターで外部電源からソーラーバッテリーに充電してあげるでしょ。で、外部電源入力で冷蔵庫とエアコンをね、別回線で動かしたかったんだよね。なのでね、この切り替えを3つつけたかったんだよね。発電機が3系統あるんですよ。普通のね、その 100V 電源が2系統と、あとインバーター搭載してるんで、それにソーラーバッテリー充電してあげるっていうのもしてたので、なのでね、3系統切り替えにしようと思ってね、ちょっとやってみます。これが外部電源入力のところだね。外からの入り口、どこつけようと思ってさ、今日の作戦としては、ここだよね。外部電源からカバースイッチを通して、室内のね、ブレーカー、冷蔵庫とかエアコンとか動かすやつはね、2系統つないで、発電機もね、2系統あるんです。これ2系統つなぐでしょ。で、外部電源から来た電源をコンバーターを通して、ソーラーバッテリーにも充電してあげる。で、発電機も動かすときは、インバーター内蔵なんでソーラーバッテリー充電でしょ。で、ソーラーバッテリーからはまたね、車内のインバーターを通して 100V が使えるようにっていうことなので、このカバースイッチがね、3個つけたかったんだよね。カバースイッチとコンバーターの装着。今日のね、作業はこれかな。こんなにやる必要あるのかなと思うけど、買っちゃったし、大きい分にはね、やっぱ火事とかね、怖いんで、ちょっと容量大きめに余裕持ってやっとこうと思って。結構ね、キャンピングカー火事とかね、多いんでね、漏電するのがね、やっぱ電気系になってるんでね。でね、こっから引き込みます。発電機のとこ。で、ここはね、発電機が入るんで、耐火構造になってます。全部内側はケーカル板で貼って、ケーカルと石膏ボードかな、貼ってね、そこはね、耐火設計にしております。そんなね、耐火って大それたもんじゃないけど、やらないよりやっといた方がいいっていうレベルだよね。やっぱ燃えやすいからね、キャンピングカーすぐ燃えちゃうから、木だからね、その辺やっぱ気をつけないと。でね、引き込むところ、このケーカル板ちょっと削ってね、
引き込むようにして、ここ発電機入れっぱなしなんですよ。で発電機使うときはこの扉をこうやって開けて、この排気ガスを外に出してやるっていう構造になってます。でこの発電機がリモコンスターターでエンジンが始動できるんで、リモコンで動くんで、スターターの紐を引っ張らなくてもいいんですよ。なので出かけるときはバッテリーつないでね、リモコンで動くようにしてます。でね、引き込みの分岐。要はね、タコ足なんだよね。タコ足の容量なんだけどね。で、これがコンバーター。100V を 12V に変換する。そしてソーラーバッテリーに充電してあげるってやつだね。やっぱり冷蔵庫とかでかすぎて、ソーラーバッテリーでもね、1日半持つかな。2、3日出かけると2日目ギリギリ持たないぐらいなんだよね。なのでね、エンジンかけてるときはエンジンから充電できるようにしておいてっていうのもね、ついてるんですけどね、アイソレーターってやつをつけて、充電してるんですけど、それでも走らなきゃ、エンジンかけなきゃ充電できないんでね。で止まってるとき、外部電源使えるときはね、このコンバーターでソーラーバッテリーを充電してあげるっていう風な形にしております。でね、これがエアコン系統かな。室内にエアコンがまだついてないんですけど、後々エアコンをつけるんでね、エアコンはこのね、1回線にしておきました。やっぱり電気の容量でかいんでね、でかいやつは1回線。この 100V がね、2つあるんだけどね、カバースイッチがやたらとでかいっていうね、ちょっとでかすぎてよね、来てびっくりしたもん。みんなサイズわかんねえからな。なかなか面白いですわ。でね、もうどんどんつないでいくだけです。何ら難しいことないです。ほんとポイポイつないでいくだけなんですけど、丸型端子をつけたりしてるので、そこの付け根にはハンダ流してやりながらやった方がいいです。いいと思う。でもね、この作業スペースが狭くてね、狭いし変な姿勢であちこちつるし、挙句の果てに熱々のハンダごて踏みました。やけどした。なんか違和感あるなと思った瞬間、超熱かった。薬指ね、やけどしました。でね、ここが外部からの分岐だね。これなんて言うんだろう。これもあれだね、ホームセンターから買ってきたやつ。これで分岐してあげて、3系統分岐して、それぞれカバースイッチに行くっていう形かな。本当にタコ足だよね。その要領でね、やってます。配線がね、太いんでね、なんて言うんだあれ、F 系線っていうのかな。よく家庭用に使うね、家庭の工事に使うの、針金みたいなやつ。あれでやってるんでね、多分容量は大丈夫だと思います。でね、こんな感じ。真ん中にするとオフっていう感じかな。向こう側に押すと発電機、手前側にやると外部電源っていう風にね、ちょっと切り替え式にするようにしました。どっちみちね、ここ開けるんでね、開けて発電機動かす時も開けるんで、切り替えの手間っていうのはね、前に倒すか後ろに押すかだけなんで、開けてね、外から開けてできるんで、それぐらいの手間だったらね、やっとこうと思って、それぐらいの手間を惜しまなくてもいいよね。こういう感じ。もうちょうどよくね、大中小になったんでね、ほら、小に中に大がやたらでかいっていうね。これ三振のカバースイッチだから、一心使ってないんだよね。こういう感じです。これに向こう側に発電機をね、発電機装着してあげて、でこのカバースイッチで
外部電源と発電機の時の切り替えをするって形かな。外部電源ではね、扉のここにつけておきました。外部電源やるときは蓋閉じておくけどね、ここに配線しまっとくんで、こういう形ですね。発電機はやっぱでかいんで、ちょっとスペース的に大丈夫かなと思ったら意外と余裕あったっていうね。でね、これがね、発電機の1系統目でしょ。これがね、2系統あるんだよね。100V 取れるところ。これがね、2系統あって、2系統と、あとはインバーターか。インバーターでソーラーの充電をしてあげるっていう形ですね。これで切り替えるって感じ。すごいよね。これね、ロボットで動かすのみたいな感じのね、でかさになっちゃった。ちょっとウケるんだよな、でかすぎて。小さいとね、やっぱり熱を持ったりねするので、大きい分にはいいかなって思うようにしてます。でかすぎたけどね、250W って250W だってね、250V までやって、そんなの使わねえよね。でね、シート戻していきましょう。この蓋もね、全部ケーカル板貼ってあります。耐火っていうか、ことをね意識してケーカル板貼ってね、耐火設計にしてますけどね、実際火出たらね、スズメの悩みの程度だけどね。でね、どんどん戻していきましょう。この下にね、発電機があるから、やっぱ結構ね、うるさいんだよね。だからね、発電機は、ほんと道の駅とか今使えないし、自分らで使っててもね、うるさい。よっぽどうるさいな。だから本当にね、海っ端の誰もいないところで発電機を使うとか、そういうのじゃないと今ね、発電機あんまり使わないよね。つけた方がいいけど。で、どんどん戻していきましょう。で、今日もね、これめっちゃ暑かった。こん中ね、狭いし暑いし、ハンダゴテ踏むし、丸1日かかりましたよ。丸1日かかりました。めっちゃ痩せたかもしんねえ。そんなことねえか。暑い。完璧。でね、本日の作業もここまでになります。外はね、こういう感じ。ここを閉めてね、これがケーカル板で防火になってるっていうね、防火っていうほど防火でもないんだけどね、ないよりはあった方がいいかなっていう感じで防火設計になってます。で、電源はね、ここから蓋から取るようにしました。蓋じゃなくてもよかったんだけど、結構いろんなフレーム通ってるんですよね。キャンピングカーってアルミのフレームがぐるっと回ってて、どこにフレームがあるか分かんなかったんで、フレームに穴開けてね、フレームに当たっても嫌だなと思ったんで、確実なとここにしたんですけどね。これでね、差し込んであげて外部電源にね取ってあげるっていう形になります。1年がかりになりました。パーツ買ってもね、やっぱり時間がなくてね、いろんな作業が入ってくるんで、なんでね、後回しになっちゃいました。ちょっとね、キャンピングカー調子悪いんですよね。水温計が上がったり下がったりっていうのがあるんですよ。サーモ直したけど、サーモじゃねえ気がすんな。モーターポンプとかかな。その辺もね、直しながらね、やっていきたいと思います。これからもね、どんどんこのキャンピングカーの動画も上げていきますんでね、よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もありがとうございました。こっちに